どうも、こんちは、デミコでーす。はい。というわけで、今日は何をやろうかなっていうことなんですけども、ですね、前回のおしゃべりするだけの動画で出てきたやつね、あれね、うん。あれをね、使って、編み方つか、なんだ、編み図じゃないけどね、どうやって編むんかいっていうご質問もね、出してくださいっていうご質問もあって。で、ですね、クッションカバー自体のでかい版の大判の方の、編み図をちょっと出すわけにちょっといかんもんですから、ですね、ちっちゃい版、この前お見せしていたやつをちょっと改造しまして、こんなものを作ってみました。はい。ボーンと。はい。はい。これ、まあ、言ったら、ポットマットと、コースター的な感じかな。そんな感じでちょっとね、作ってみました。はい。ちょっと、このね、ピコットのやつが左に寄るのがちょっと気に入らないんだけども、こういうもんだからしょうがないんだけどね、ピコットはね、っていう話で。で、こんな感じでね、作ってみたんですよ。ね。動画の中では多分ここをこの色にして編んでった途中で多分終わってると思うんだけど変えました。はい。なんかこんな感じに変えてみて、で、これをね、ちょっとね、今日やっていこうかなと。はい。この辺りまでだったら出してもいいかなっていう感じなんで、はい。で、このちっこいのはね、もう全然平気なんでね、この辺りまでだったら、この先がちょっとややこしいところはね、ちょっとね、パスッと、なんだろうな、バッとお見せするわけにはちょっといかないっていうことでね、あの、私が考えたやつなんですけれども、ちょっと考えてることがあるんでね、ちょっとまだお出しするわけにはいかないわけです。ございますよ。はい。で、なので、ちょっと、こんぐらいに、ちょっと、許してくれっていう話で、今日はこんな感じでちょっとやっていこうかなと思うんです。はい。ね、これはね、もう応用していただいて、これをね、これを元として応用していただければいいかなと思いましたんで、はい。で、使うのはね、いつものこのカトナのやつですけど、カトナのコットン糸ね、この CPS カトナのコットン糸ね、これはなんだ 50g で125 m、26目の36段っていうやつで 100% メルスライズドコットンということでございます。で、色ナンバーとかっていうのがね、ちょっとね、もうあまり糸を使ってこの前やったと思うんですけど、残ってんですよ。こんなにね、ごそっとあまり糸出してきましたよ、またっていうことでね、この前使わなかったやつも混ざってるんですけど、この中でこの糸たちを使ってちょっとやっていこうかなという話でございます。で、これはなんかセットかなんかでこうね、何枚か似たような色で、色の組み合わせを変えてね、作っていったらいいんじゃないかななんて思ったんで、基本的には中心部分の色を、同じにしようかななんてちょっと思ったわけです。はい。というわけでね、さっさとやっていこうと思いますよ。はい。いきなりですけど、はい。おもむろですけど、さっさと、やっていこうと思うんですけど、これはね、中心をね、こう、なんだ、円の輪編みで始めていくんですけど、輪編みの細編みで始めていくんですけど、ね、ちょっとちゃんとゆっくりやろうか。ね。これを、一重でやります。はい。巻いて、人差し指に巻いて、ちょっと押さえて、ね、交差させるように巻くですよ。こうやって巻いたらあれだからね。こうやって交差させるように巻いて、こう止めといて、こう手前側こう入れて、向こう側ですね。引っ掛けて、抜いて、で、止めますね。まずね、一つ。これ二重でやりたい人は二重でやったって別にいいです。はい。しっかり止めてください。で、そしたら、この目は少し大きめに拾ってください。その方がいいです。全然。はい。で、それで、細編みかな。細編みを8つ入れます。8個ね。3、4、5、6、7、8。はい。こんな感じでね。8個。細編みを入れます。で、ビュッと引っ張って。で、
これはもう本当にギュッと引っ張って、真ん中の中心がなるべく開かないぐらいの勢いでね、はい、ギューッと引っ張ったらって、おいおいおい、江戸っ子みたいなこと言って、引っ張ったら潰れるんで。で、そしたら次から色変えていくんですけど、すぐにね。で、次、ここぐさっと刺しますね。刺すときに、モザイク編みでやっていくんでね。モザイク編みっていうのは基本、普通の細編みするところは筋編みになりますね。必ずね。はい。筋編みするように半目、向こう側半目だけを拾うような感じで、鎖目の中に針を入れて、で、色変えしていきます。で、色変えする、まあ、中心、どうしようかな。中心、どうしよう。迷うけど、まあいいや。同じように編んでいこうか。ちょっとね、似たような感じでね。はい。で、これで普通に当てて、引き抜いて、ね、止めます。止めます。で、止めるときに、いつもやってるようにやんないとね、動画撮り始めるといつもと違うことやったりするからさ、私さ、気をつけないといけないんだけど、こいつらを持っていくんですよ。一緒にね、端とこう引っ掛けて、はい、止めます。はい、止めました。止めた目はとりあえず放置します。で、今回はね、ちょっともうちょっと楽にやろうかな。綺麗に、ここの角がね、ちょっとあれなんで、隣一つ入れますね。隣一つ入れます。はい。一つ細編みをしますね。筋編みのようにね。で、もう一つ入れます。もう一つ入れます。はい。もう一つお隣に入れます。はい。で、ここは少し、ほんのり、ね、ほんのり、角っこのところになりますんで、ほんのり目を、こう高さを出すような感じでね、細編みをしてもらって。はい。で、1、2と角になる部分の鎖編みをします。はい。で、そしたら同じ目、ここに入れて、ここの目もちょっと高さを出すような感じで引っ張り上げて細編みをして、で、隣、ここ真ん中の部分になりますんで、真ん中は普通に。で、3番目、ここ角っこになるので、角っこになるところはまた少しちょっと高めに、はい、細編みをして角っこ2つ、鎖編みをして同じ目にまた入れて、ね、高めに、ほんのり高めに細編みをして、次普通に細編みをします。真ん中のところなどで普通に細編みをして、でまたこう角っこのとこになるので、ここは高めに長めにね、ちょっと引き出して細編みをして角っこ2つで同じ目にまた入れて、で少し長めに出して、端糸が少し長めに出して、で真ん中のところは普通に編んで、で次また端っこなので、ここ戻ってきましたね。ここ目が入ってるところちょっと広がってると思います。引っ張ってないんで、まだここね、引っ張ると閉じるんですけど、ここに普通に、ここの目に普通に入れて長めに出して角っこに作りますね、一つね。で1、2って角の鎖編みをしたら、また同じところに入れるんですけど、同じところに入れるんじゃなくて、もう一個、ここもともとさっき立ち上がったところ、立ち上がっただけのところね、そこと同じところ、こう穴の中探すとあるんで、そこにぐさっと刺して、最後に細編みを一つ編みます。はい。でそしたら白いのでね、ギュッと締めて、はい、こういう感じになるんですね。はい。で最後の、そう忘れてた、この最後の、私は自然にやっちゃったけど、細編み、最後の細編みここ入れるところで、この白いやつ、次白いやつ持ってくんですけど、これはもういいね。で白いやつをこうやって引っ掛けてあげます。持ち上げてあげます。なので白いやつをこう手前に出した状態で細編みを入れてあげます。ここにね。はい。こんな感じですね。はい。で、ちょっと引っ張って、さっき入れたここのところ、ここの目を少し閉じてあげて、はい。
こんな感じになりますね。これで2段目。2段目が出来上がりました。はい。で、3段目いきます。3段目。今、立ち上がったところありますね。立ち上がったっていうか、最初に立ち上がって最後に入れたところ。ね、最初は立ち上がっただけなんで、細編み入ってません。入ってないので、最後に入れてあげたって感じですね。そしたら、隣の目、真ん中の目になりますね。ここね、中心の、ちょうどこの一辺のところの真ん中の目に入れたら、白いのを持ってきますね。白いのを持ってきて、引き抜きます。引き抜きます。はい。で、止めます。で、ちょっとギュッとしてもらって。で、ここは少し引っ張らないでそのままで今のところ置いといてもらって、はい。で、立ち上がった。はい。ここ放置します。放置して隣に行きます。はい。立ち上がったら放置して隣とその隣に筋編みで細編みを入れたら角っこ2つ。はい。で、また角っこから1、2。ここは同じとこじゃないですよ。同じとこじゃなくて角っこの鎖編みを2個したら今度こっち側の最初の目に入れますね。1、2と細編みを筋編みでします。はい。で、3番目、この中心のところ、真ん中のところ、ここに長編みで下ろします。で、長編みで前段のこの前々段かの同じ色のとこ、白ですね。白のところのこの筋残ってる筋のところに引っ掛けて長編み。はい。で、そしたらここの長編みが重なってる後ろのここを拾わないようにちゃんと隣の目のところで細編みをしてさらにもう一個と。はい。こんな感じですね。はい。角っこ2つ編んだら1、2と細編みを入れて、で、ちなみに私がモザイク編みをやってる時に言ってる細編みっていうのは基本的に全て筋編みになりますんでね。はい。今から細編みって言ったところ全部筋編みですよ。はい。で、真ん中の目、1、2、3番目のところですね。3番目のところ中心なので、長編みで、ここ筋編みのところを引っ掛けて、長編みをします。はい。で、また1、2と細編みをします。で、角2つ。こっちの辺に入ります。1、2と編んだら、また真ん中なので、長編みで、はい、下ろします。はい。で、そしたらまた角まで1、2、はい、2と入れますね。そしたら角の鎖編み2つ。で、こっちの段の1目目に入れて、1、2と編みます。で、3番目。ここは立ち上がったところですね。ここに長編みを入れなければいけません。はい。なので、ここは今、ギュッと縛っちゃっていいです。はい。後で絞る癖にしといた方がいいです。最初に絞っちゃうと、ここに細編みを入れなきゃいけないことがあるんで、そうすると絞れてると、針が入んなくなっちゃうんで。で、ここは長編みは下ろさなければいけないので、普通に長編みを下ろすんですが、ね、ここ筋出てるところ、これを拾って、はい、こういう感じになりますね。はい、こういう感じになるんですが、長編みをする際にも次に編むこの青い糸を持ってきてあげなきゃいけないので、この時点ですね、最後の一引きをするねところで、これをここの糸あるじゃないですか。この糸の上に乗るように持ってきてもらって、はい、こんな感じですね。ここの間に通るように。で、持ち上げてあげます。はい、こんな感じです。はい。で、そしたら青い糸を後ろにやっちゃってくださいね。で、そしたら隣の目ですね。今もうここ。最初に立ち上がったところに長編みを編み入れた形になるので、一目ちゃんとできてます、これで。はい。で、隣の目の頭にブサッと刺して、これは放置。で、青い糸を拾って引き出して止めます。はい。まあ、立ち上がりですよね。で、立ち上がったら、この目は放置で、お隣に行きます。はい。最後に目を入れるので、放置でいいです。はい。で、2、1、2と編んだら角っこ。はい。で、また
掛けて1、2編んだら、今度はこの白いところの手前ですね、手前のところ、ここで今度青い糸の方を長編みで編んであげます。はい。入れるところ、ここ一つね、細編みするでしょ。また。で、その隣。ここで長編み。前段白じゃなく、そのさらに下、自分と同じ色。前々段の筋のところに引っ掛けて長編み。はい。で、1、2。で、角っこ。こんな感じですね。1、2と編んだら、長編み。真ん中細編みして、また長編み。はい。で、細編み、細編み。で、ここに長編みじゃないや、鎖編みを2つしたら、ここからまた細編みを1、2として、さらにまた引っ掛けて、はい、こんな感じですね。で、また下ろすと。で、最初にだから、ポットマットの方のサイズをね、ちょっと編んでいこうと思ってるんですけど、はい。結ばってる。はい。で、角っこ。あ、間違えた。はい。うまいこといけばいいなと。まとめちゃ大丈夫だね。はい、ギリチョンで。はい。はい。で、こういう感じで一周していきますね。はい、一周してきました。で、最後、真ん中に細編みをしたら、またここ前段のところのここの立ち上がりのところになるんで、ギュッと引っ張って引き締めたら、ここの上の部分かぶすように長編みをして、この段が終了になります。はい、長編み。で、また白いのをね、編むんで、白が青いところの青い糸の上に来るように引っ張り上げてで、最後の一引きと。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じになります。はい。で、そしたら、青いのは放置して、お隣の目、間違いないね。お隣の目に入れて白を引き出します。はい。はい。白を引き出します。で、そしたら立ち上がって止めといて、この段じゃない、この目は放置で隣の目に入れて細編みをします。1、2と細編みをしたら、1、2と角っこ。はい。で、ちょっと待ってね。割れないように。はい。糸が割れないようにしないと。はい。1、2で。で、そしたらまた1、2と編んだら、次はどうなってんの？はい。見ないとわかんないから。はい。ここも下ろすんですね。ここも長編みするところ。はい。長編みをして、ここは1、2、3と細編みを入れます。はい。で、そしたらまた長編み。はい。で、細編み、細編み。で、角、鎖編み2つ。細編み、細編み、長編み。細編み、細編み、細編み、長編み。はい。こんな感じですね。この段は。4辺あるんで、同じことやるだけなんで、立ち上がりのとこだけ注意してもらえればいい感じですね。はい。じゃあ、こんな感じでこの段をやっていきます。はい。最後のとこまで来ました。最後、3つ細編みを入れたら、またここ、長編みで下ろすところなので、長編みでかぶせますね。こうやってね。で、最後のところで、こいつをまた上に持ってきてあげて、はい、こんな感じで。これで何段できた？ 1、2、3、4、5、5段できた。早いね。はい。こういうのはね、スクエアはいいよね。こう角っこをさ、数えていけば段数が分かりやすいから、1、2、3、4、5でございますよ。はい。5段目が終了しました。はい。じゃあ隣の目に入れたら、白放置でまた青を持ってきます。はい。で、止めます。止めました。はい。次。細編み、隣の目ですね。その目は放置で、隣の目行って細編みを1、2、2つします。で、鎖編み2つ。
はい。で、こっち側の辺に来たら、細編みを1、2、3、4、5。5ですね。はい。5します。で、そしたら、ここの真ん中に1つ長編みを下ろして、で、あとは細編み。1、2、3、4、5と。はい。で、角っこ1、2。こんな感じです。1、2、3、4、5と細編みをしたら真ん中に長編みでまた細編みが5つ。この段はこんな感じ。簡単ですね。はい。じゃあこの段このままやっていきます。はい。こんな感じで最後の1、2、3、4、5って入るとこね、1、2入ったら3番目がこう立ち上がりの目のとこなので、ここはどうするかっていうと、ここですね。ここがね、最初分かりづらいと思うんですけど、最初に立ち上がった、ここ細編み入れなきゃいけないところなんですけど、立ち上がったところで、立ち上がっただけで放置してるので、ここどうするかっていうと、細編みは合うんですけど、この糸が出てるところ、ここに入れますね。でも、こうやって引っ掛けちゃうと、ここ穴が開くんです。グイーンと。なので、ここに入れたらもう一つさらに後ろ側、こいつが出てきてるところですね。ここになります。この1本拾うだけじゃなくて、この立ち上がったところの糸が出てきてる根っこに穴が開いてるところがあるので、そこにぐさっと刺して、で、次の糸、白い糸、こっちをね、手前持ってきて引き上げながら、細編みを編みます。はい。で、そしたら、キュッと絞って、はい。絞っておかないと、ちょっとこう幅ができちゃう感じになるんで。で、そしたらこれで6段目終了ね。6段目が終わったので、隣の目に針を入れて白を引き出します。で、止めると。はい。で、止めたらすぐ隣の目に行きます。で、1、2と細編みを入れます。そしたら角2つ。はい。で、また1、2、おっとっと、割れた。2、3と入れたら、ここで1つ長編みを入れます。長編みを入れて、細編みを1つ、長編みを1つ。はい。で、ここは細編み1つ。はい。で、ここまた長編み、細編み、長編み。はい。そしたら端まで細編みを3つ。で、鎖鎖と。こんな感じですね。1、2、3と細編みを入れたら長編みを1つ。で、1つ細編みを入れたら長編みを1つ。細編み1つ、長編み1つ。細編み1つ、長編み1つ。で、細編み、細編み、細編みと。で、鎖鎖。はい。ね。そうすると、ね、こういう感じで、ちょっとずつ柄が出てきます。じゃあ、この段はこんな感じでやっていこうと思います。はい。とりあえずここまで編んできました。ここまで編んできたんですけど、この先ですね。この先でちょっとまた説明をしなきゃいけないところがあるのでしようと思います。中心の部分のすぐ隣のところで長編みを下ろしたところ。その隣は一つ細編みですね。で、次長編みなんですけど、あれどこ拾えばいいのあれっていうね。前々段の立ち上がりの場所なんですね。で、こういう時っていうのは、ここにまず一つ横線がありますね。この細編みの根元に横線が一つあります。でも、ここを拾うと穴開くんです。こうやって、ボコーっと。これが持ち上がって青いのがビヨーンと見えちゃうわけですね。これだとちょっと都合が悪いんで、この横線の下にもう一つ元々の目の筋があるんです。もう一つ。
ここ立ち上がった部分ですね。立ち上がりの根元のところ、ここね。だけど、それじゃなくて、ここの同じ目のところのすぐ下にもう一つ横線があるんです。こいつを拾います。そうすると開かないです、穴がね。はい、こんな感じになります。開かないでできるんで、こっちを拾います。で、そしたらその隣が前段で立ち上がったとこなので、ここは細編みになるので、この穴に、さっきみたいに穴に入れて、さらにグイッてやると、ここもう一つ、ここ根元出てきてるところですね。この立ち上がったところが。出てきてるところが見えます。ここの穴にぐさっと刺して、この青いのを持ち上げつつ、はい。細編みを編みます。で、そしたら、ギュッと縛ってあげて。はい。こんな感じですね。で、そしたら今度この青いので編んできます。で、この青いので編んでいくのはこれが最後になりますね。この段がね。最後になるんで、その後に色替えをしていこうと思います。色替えはどうしようかな。ここはちょっと変えようかな。中心のとこだけ同じにしといてね。はい。隣の目にぐさっと刺して、青いのを引き抜き、そして止めると。はい。で、そしたら次どうするのかっていうと、次も細編みが2つ。はい。で、角っこ2つ。細編みを2つ編んだら、3つ編んだら、長編み。はい。で、細編みを1、2、3。で、長編み。おっと、つなぎ目が来たけど、ぴったんこだった。大丈夫だ。はい。で、また、細編みを1、2、3と入れて、長編み。で、細編み、細編み、細編みです。はい。こんな感じですね。この段はね。はい。もう一回いきますか。ね。細編みを3つ入れる。はい。3つ入れたら、長編み。で、また細編みを3つ。で、真ん中に長編み。で、細編みを3つ。長編み。で、また細編みを3つ。この段はこんな感じです。じゃあ、これで1段編んでいきます。はい。ここまで編んできました。真ん中の長編みをしたら1、2、3と細編みをしたところまで来ましたね。はい。そしたら次長編みです。さっきと同じです。ここも前々段の立ち上がりのところなので、ここの上のここの根元、前段の根元を拾うのではなく、もう一つ下にあるここの横線、こいつです。こいつを拾って長編みをします。おっと、ギリギリ。で、最後は細編みを入れますね。はい。ぐさっと刺して細編み。ぴったんこだ。ぴったんこ。はい。ぴったんこでした。はい。こんな感じです。で、最後これ細編みするところで白持ってこないといけないから忘れてたよ、すっかり。はい。で、ぐさっと刺して、ぶさっと刺して、最後に細編み編むところで、この次の糸を上げてあげます。はい。上げてあげてから、細編みをして終了。はい。ギリチョン。よし。はい。次はね、色のやつを変えていきますからね。とりあえずでも白を編まないといけないので編んでいきます。糸処理をしながら、これを引き抜いて、で、立ち上がると。はい。はい。で、そしたら、隣、細編み、細編み、細編み2つしたら角2つ。で、また、ここの角ね。角から1、2、はい、3、おっとっと、3、はい、細編みしました。はい、細編みしたら、ここでまた長編みを下ろします。はい、長編みですね。で、そしたら、1、2、3とまた細編みをして、長編み。はい。で、ここは一つ細編みをして、また長編み。
はい。で、細編みを3つ。はい。で、長編み。細編みを3つ。で、角っこ2つ。これでございますね。はい。もう一回いきます。1、2、3と細編みをして、長編み。1、2、3と細編みをして、長編み。で、真ん中に細編みをしたら、また長編み。はい。で、細編みを3つ。で、長編み。細編みを3つ。これの繰り返しです。はい。じゃあ、この段はこれで編んでいこうと思います。はい、ここまで来ました。ここはどこかっていうと、ここの脇っちょ縦に入れて1、2、3と細編みをしてきたとこですね。はい。で、またここ同じです。長編み最後に入れるんですけど、立ち上がりのところなので、立ち上がった根元のもう一つ下の横線を拾って長編みをして、ここに細編みを最後に一つ入れますね。ぐっと入れて、ぐっと入れて、はい。細編み。はい。これでこの段終了になります。はい。で、次の隣の目に針を入れます。じゃあ、次は何色入れようかなってとこなんですけど、はい。似たような感じの糸を入れていこうと思います。はい。で、入れるときは、これ引き抜くのね。新しい糸をここで引き抜きます。立ち上がりのところで引き抜いて、で、そしたらこの人連れてってあげます。ちょっと長すぎるわ。はい。短めに。はい。短めにちょいとしてね。はい。引っ掛けて、止めますね。これでね。止めて。で、ここのところはこのまま放置で、お隣行きます。はい。お隣に行って、細編みを1つ。もう1つ細編みを2つですね。だからね、2つ細編みを入れたら角っこ2つ、鎖編み。で、そしたらこっちの側から、はい。まず、細編みを何個だ ?7 個入れてきますね、細編みをね。1、2、3、4、5、6、7つ細編みを入れたら、長編みを入れます。はい。で、そしたら細編みを3つですね。3つ細編みを入れて、また長編みをする。そして7つ細編み。この段はこんな感じです。はい。難しいことないですね。はい。じゃあ、この段はこんな感じで編んでいこうと思います。7つ細編みで長編みを1つして、で、間、細編みをまた3つ入れて、長編みをして、で、また細編みを7つするっていう感じの、はい、段でございますね。はい。ここで入れるか。ね。はい。では、こんな感じでこの段やっていこうと思います。はい。最後の目のところですね。最後の目は細編みを入れるので、この穴にブスッと刺して、ピュッと起こしたら根元が見えるので、ぐさっとそこに刺して、前段の白いやつ、これ次使っていくので、引き上げてもらって、細編みと。はい。で、この先はね、一段ずつ色を変えていくので、もう直近ですね。直近。はい。次。白のまんま。はい。白のまんまなので、隣の目に針を入れて、引き抜きますね。引き出して、白を引き出したら、前段のこの糸を処理しつつ進めてきます。立ち上がって、隣の目に入れます。で、隣の目に入れたら、1、2で角っこ2つ。はい。で、角っこを7つ編んだら、7つじゃない。角っこを2つ鎖編みをしたら次細編み7つです。はい。3、4、5、6、7。はい。細編み7つしました。これちょっと。はい。で、7つ細編みをしたらここに長編みを落とします。はい。で、5つ。5つ細編みをしたら、また長編みですね。この脇でね、長編みをして、で、また7つ
細編み。はい。この繰り返しです。4回同じことすれば、ほぼ4回同じことすればいいので、はい。角っこ2つ。で、また7つ細編み。はい。この段を編んできました。はい。編んできたので、次、隣の目にぐさっと入れて、はい。色を変えていきます。で、今度は、どれにしようかな。ピンクにしよう。はい。ピンクにします。はい。はい。これを入れて、連れてきますね。ね。はい。はい、立ち上がった目の隣の目に入れて細編み、もう一つ細編みで角っこですね。もう一つ、二つ細編みしたら角っこで1、2と。はい。で、ここが中心のところまで細編みを入れていくので、全部で11個かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。はい、11ですね。11個細編みを入れたら、ここ真ん中に長編みを入れます。おっとっと、はい、ギリギリですね。で、次、残り反対側とか、向こうまで細編みを11個入れていけばいいんだけど、ここで足さないといけないから、ここ足しつつ、はい、はい、端まで細編みを入れていく。これだけですね。はい、真ん中で一つ長編みをすればいいだけなので、この段はこんな感じで簡単にいくと思います。はい、じゃあこんな感じでこの段やっていこうと思います。はい、ピンクの段を編んできました。ピンク入れるとなんかいきなり可愛くなるよね。はい。で、はい、じゃあ隣の目にぐさっと入れて白を引き出していきます。で、ピンクはここでおさらばなんですが、ほぼ終了って感じですね、これね。はい。これもう使わないかな、ピンクはね、今回は。はい。はい。で、そしたら、引き抜くじゃない、引き出して立ち上げる。はいはい、させん。立ち上がった次です。次、ちょっと、いきなり長編みですね。はい。立ち上がって、次の目ですね。ここ。次の目、角っこのとこ。ここ、角っこ手前です。ここに一つ。立ち上がった次にいきなり長編みを入れます。で、一つ細編みを入れて、1、2と。角っこ作ったら、一つ細編みをして長編みを一つ入れますね。はい。はい。で、次、どうしていくのかなって言ったら、また一つ細編み、長編み、こんな感じですね。はい。で、細編みを3つ。はい。細編みを3つ入れて、1、2、3と入れたら、長編みを1つ入れます。で、そしたらまた細編みを3つ、1、2、3と入れたら長編みを1つ。で、細編みを1つして、また長編み。で、細編みを3つ、1、2、3。で、長編み。はい。で、細編みを3つ。なんかつるつる滑るんだけど。はい。1、2、3。で、長編み。で、一つ細編みをして、また一つ長編みをして、で、細編みを一つして角っこ。この段はこんな感じになります。はい、こんな感じです。はい。じゃあこんな感じで、ちょっとこの段編んでいこうと思います。はい。いや、ちょっと待って。今ね、超あっちっちタイム来てるんだけど、暑い。暑い。あ、ちょっと待って。間違ってない？大丈夫だね。はい。間違えないようにね、下ろさないといけないからね。はい。これで1、2、3だわ。暑い。暑い、暑い。はい、ここまで編んできました。最後のところがここ長編みのとこなので気をつけるようにして、ね、ここ上拾わないで下をね、拾うようにして、はい、長編み。で、一番最後の細編みを、これ入れなくていいんだ。
はい、持ってこなくていいのね。次続けるわけじゃないから、こいつは。ね、くるむのすっかり忘れたけど、まあいいや。後で糸処理をすればいいね。はい、こんなところまで編んできました。はい。で、ここで、一応ね、このコースターはね、この手前のこのピンクの段で終了な感じなんですよね。言ったらね。はい。なんですけど、まあ、これはこれで後でまた説明しますわ。ね。はい。で、次、隣のところにぐさっと入れて、さあ、何色にしようって話ですよ。何色にしようかな。何色にしよう。全然考えてないんですよ。考えてないんですけど、ね。何しよう、これ。これ、茶色